いや大変ですよ、大変。あちこち隙間が出まくってしまいました。で結局隙間が出たのが今削ってるここと、あと塩分の取り合いですね。どちらかに寄せてやろうと思うと結局反対側で隙間が大きくなるだけだったんで、両方帳尻を合わせるというか、できるだけ隙間がね両方で少なくなる状態でくっつけてやりました。普段ねタミヤのキットで甘やかされてるんで、たまにこういうことをしないと、なんていうのかな、たまにこういう沼を味わわないと人生の勉強ができないってわけですよ。何の勉強だろう。ここちょっとしんどいかな。ここもね、このインテークの内側も隙間が広がったんですけど、このインテークの内側と主翼の取り合いに関しては、溶きパテで塞いでやりました。ちょっとこっち側が穴が開いてたんで、これは白パテ入れたんですけどね。あとインテークの中も、これはテープを貼ってポリパテですね。隙間というよりも穴でした。穴になっちゃってたんで、ポリパテで埋めてやりましたね。とりあえずパテを入れたところを成形をしてしまいます。この主翼の取り合いなんかはね、溶きパテを塗ってシンナーでガーッと取ったんで、そっちは成形いらないんですけど、隙間が大きいところはね、溶きパテではできなかったですから。あと筋彫りもちょっと入れてやらなきゃいけないですね。チャフディスペンサーのこのパネルなんかもう筋彫り消えちゃってるから。はい、こんな感じですね。こんな感じでがっつりとねくっつけたいんですけど、接着剤乾くまでねこれ外せないんで、この機種の部品ははめれるはずなんですけどどうもちょっとこの接合部分ですね、ちっちゃなタブが出てるんですよ。後ろ胴体側にもちっちゃい長いのがここに、機種の方にもこんな感じですね。こんな感じだからお互いが潜るような感じになるんで、前から入れるような、インストではねはめてくださいってあるんですけど、ただですね前のタブは潜りますよね。上のタブなんですよね。なんかちょっと様子がおかしいな。こっちはくぼみあるんですよね。なんでこっちくぼみないんだろう。なんでないのかな。このくぼみもねちょっと怪しいんで、ちょっと削ってやります。
なんかインストではこの機種のパーツがこのグラスシールドの下に入るようになってるんですけど、ちょっとそうとは思えないんですよね。だってキャノピーの形がこうだから。だからこの機種のパーツが上に来ないといけないんで、やっぱりこうではなくこうですよね。こうなんですよ。そうするとまあちょっとこの辺は怪しいけども一番しっくりする。さっきまあ入ったんだけどね、もうちょっといかねえかな。もうちょっとね、何かが当たってる。ちょっとね、ぐいっとここを潜り込ませないとダメです。ぐいっとね。これでまあいいんじゃないのかな。さっきみたいにクランプで留めとくことができない。ここでテープで貼っとくしかないですね。あまり押さえにはならないんですけど、これでまとまった接着ができたかな。これ主翼もつけちゃっていいんじゃないかな、外翼も。主翼材がね、まっすぐなってればいいと思うんですけど、で、尾翼は外して塗ってもいいんじゃないかな。こんなもんかな。着尾翼も外して塗ります。で、これで、あとは明日の作業ですね。それではですね、キャノピーのマスクですね。機体の塗装をするときに、前のキャノピーもね、一緒に塗るので、キャノピー閉めるならね、後ろも一緒に塗るんですけど、今回はキャノピーを開けようと思いまして、キャノピーってのはここの窓のことね。照準器はこれキット付属のパーツを両側落としてやっただけですね。両側落として、で実機の HUD に似せたような枠を塗装しただけです。でキャノピー開けるので、この内側がこう見えるわけですよ。でその見えたフレームの内側がこの艶があるのが嫌なんでね、通常はほら表から黒を塗って基体色を塗ると、そうすると裏から見た時に黒く見えるんですけど、それだとどうしてもこのテカリが気になっちゃう。だから裏から
やっぱり塗ります。で今回このキットにはマスクシール自体もついてないので、そのマスクシールみたいなものですねを作るんですけど、まずこれはマジックで赤く塗ったマスキングテープですね。これの細いのを何本か切り出してやって、この細いのをねまず外側に貼ってやります。でこれねもうこのフレームとモールドがね途中で消えてるという今の赤い下の赤いテープを目安にこの外側の左右の長さ、あとは前後の長さを短くしてやれば内側でも使えるんですよ。まあ左右は逆になりますけどね。ということです。あと真ん中はね、マスキングゾルでもいいし、まあこの辺に落ちてるテープを細切れにして貼っていってもいいしですよね。でこれのちっちゃい版、ちょっとだけちっちゃい版を裏側でやるとまた同じ長さやるとこんなにも余る。ああそっか。あとね裏からスマホの LED でねこう照らしてやれば外側に貼った目印の赤いテープはよく見えますから。ただ今の LED ライトの光源をまともに見ちゃうとしばらく目の真ん中に緑色のでっかな斑点が生じるので LED は直視しないようにしましょうね。こんな感じですね。漏れは多分ないと思います。一応血の部分見てねこの表のマスキングよりも内側のマスキングが中入っちゃってる場合はちょっと直さないとダメです。外から黒いのが見えないように。その逆は別に見えないからどうでもいいんですけどね。じゃあ透明部品を塗っていきます。で透明なんでねまず、サフェサで、光の透過を抑えます。ここに色だけ塗ってもね多分そんなに光の透過は消えないんで黒サフでいいでしょうね。この後機体の方も黒サフから始めますから。でちなみに、これがドアですね。前脚ドアです。
で、これだけ光がつける部品なんで、つけますよね、それ。裏表、片面だけだと、どうしても、鼓膜が厚くなりすぎちゃうと、まあ裏はいいんですけどね、表のディテールが潰れちゃうところが出るので、塗装準備終了です。各マスキングもね、この第一風防はマスキングゾルでくっつけてあるだけなんで、まあうちがね、マスキングしたんで、取り外しできないとまずいですから。じゃあ、黒サフをね、これらのパーツ全部に塗っていきます。まあ、ざっと黒くなればいいです。で、もちろんこう、ヤスリいっぱいかけたとこはね、ちょっと厚めには塗りますけど、そんな極端には厚めに塗らなくていいので、この後、どうだろうな、旋盤かなんかで、そうですね、旋盤で、こう、軽く磨くぐらいはしますけど、はい、こんな感じでみんな黒くなりました。で、次にですね、まあ、いつもやってるあれですね。あれ。まあ、塗装の劣化の下塗り塗料っていうのは、こう、均一にこう、劣化していく。まあ、劣化イコール塗膜が薄くなっていくとかあるとは思うんですけど、あとは汚れとかね。で、それの、下塗りですね。下塗りなんでいつもの、あれですよ。こんな、クリーニング用の研磨スポンジですね。これを薄く剥ぎ取って、今ここから薄く剥ぎ取った。もうちょっと薄くしてもよかったかもしれないです。で、これで模様をつけていくんですけど、今回ね、このウェザリングというか、これどうしようかと考えちゃって、当然映画で使ってる機体というのは、まあ、飛んでるとこの写真あったんですよ。撮影中に撮ったかどうかわかんないけども、他のF16 とかも飛んでたな、一緒に。アグレッサーっぽかった。明細がされてたんでね。で、その写真を見るとやっぱりね、めっちゃ綺麗なんですよ。その、グレーの部分もすごい綺麗なんですよ。おそらくまあ映画撮るのに全部塗り替えてると思うんですね、一回。ただそれではちょっとあまりにもなんで、今回、まあリアリティではないんですけども創造的リアリティというか、まあこのマーベリックで使ってるこの機体がこの塗装のまま、そのトップガンで使い続けるとどんな感じの汚れになっていくかみたいな、まあそこまでやっちゃうとね、またちょっと違うかもしれないんで、なんとなくさらっとした汚れにねしようと思います。で、これでね模様をつけていくんですけど、当然上の方の黒いところはこの模様をつける必要ないので、機体の塗装図を見ながらね、これ黒じゃねえな、白だね。まあこういう
白い斑点を結びつけていくんですよ。まあこれはいつも飛行機でやってますね。まあ前はねこうやってこう細引きでスーッと書いてたんだけども、これでもいいんじゃないのってことで落ち着きました、僕の中ではね。で当然ここどんどん塗料が溜まってっちゃうんでまあ付け替えるか洗うかした方がいいとは思いますね、途中でね。はい、こんな感じになりました。で、かなり雑に塗ってますね。一番理想の形が水平尾翼。これが一番理想に近いかもしれない。まあいいです。で、次にやるのが、フルシェーディングですね。パネルライン、筋彫りのところ、これを黒くしていきます。0.2 ミリで艶消し黒。で、まあこれで、まあ当然プレシェーディング、シェードですからね、影。だからこう、影になるところもやはりちょっと黒っぽくしてます。でちなみに逆襲の子ね、これはまあ、頂点の部分、高い部分に白が乗るようにざっとさっきね白を乗せてやりましたんで、あとは周りをマスキングして白を塗れば、まあ、暗いところと明るいところと分かれてくると思います。はい、それでは本日は機体色の下塗りを行いました。もしご質問等あればコメントどんどん入れていただければお答えいたします。それでは次回は、機体色の方ですね、いよいよ塗っていこうと思います。もしかしたら背中の黒と水色の振り分けもいけるかな、やりたいな。あと例のエンブレムですね、これをどうするかという部分ですね。もしかしたらそこまでお送りできるかもしれない。それではまた。